どうも、クビオです。今日なんですけど、久々にこの世界最小軽トラックミゼット2で車中泊行ってきます。この荷台で寝ます。前に DIY した板があります。こちらを延長して2メーター確保し、その上にソロ用テント立てる予定です。半分出ているので、外で寝ているようでワクワクするんですよね。ご飯もこの荷台の上で調理して食べます。キャンプ場行こうと思っているので、火も使います。もう降りてキャンプしろよって思いますよね。でもあくまで車中泊にこだわりたいんです。おっさんになってからがほんまの冒険やということで、今日もアホなこと楽しんでいきたいと思います。荷台に車中泊の荷物を積み込んでいきます。テントはコンパクト軽量なソロ用テント持っていきます。超コンパクトな焚き火台で調理していきます。これからの季節欠かせないクマスプレーも持っていきます。荷物はラッシングベルトで固定していきます。荷台の積み込み完了しました。助手席ほんの少しですがスペースあります。ここに寝具や撮影機材を詰め込みます。運転席の背もたれ、ちょっとしたスペースがあります。準備完了です。なんとか荷物全部乗りました。もういらないものは持っていかないようにしてコンパクトにして詰め込みました。キャンピングカーだといらないものもたくさん持ち込んでしまうんですけど、こういったキャンプたまにするのいいですね。本当に必要なものかどうか見極めるのにちょうどいいです。あったらいいなではなくて、もう本当にいるものだけ持っていきます。荷物はこのベルトで2本で押さえています。前回もこれでキャンプに行って問題なかったんで、今回も大丈夫かなと思います。たまに溜まって荷物確認していきたいと思います。この武骨感いいですよね。後ろの人は多分仕事行きはるんやろなっていう目で見ると思います。まさかこの上で車中泊するとは誰も思ってないでしょうね。
いやー、しかしスーパー来るだけなんですけど大冒険です。軽いんでよく曲がってくれて走行性能も問題ないんですけど、やっぱりエンジンの音うるさいですね。本当になんかバイク乗ってるような感じです。スーパーで今夜の宴の食材買ってきました。荷台は大丈夫そうです。荷崩れしていません。それにしても小さいですね。駐車場内の白線までこんなにも空いています。ミゼット2の全長は289センチ。前はこんなにも空いています。前幅は129センチと超ミニマムです。タイヤは10インチが純正ですが、12インチにサイズアップし新しいタイヤに変えました。さあ準備万端です。富山県は海沿いにたくさんキャンプ場あります。車がそのまま入るところも結構あります。で、こういった情報ね、意外とネット載ってないんですよね。自分も住んでから直接キャンプ場に電話して分かることが多かったです。結構穴場が多いんですよね。ぜひ富山県来るときは海沿いのキャンプ場検索して一回電話してみてください。いいとこ見つかると思います。今日は誰もいないようです。この松の木のところがキャンプサイトで、こっちが海のところはテント張ったらダメのようです。いや、気持ちいいですね。釣りしてる人がちらほらいます。今日は曇ってるんで立山連峰はもう全く見えません。トイレと炊事場チェックしておきます。大丈夫ですね。しっかりお水出ました。ここで洗い物できます。トイレは仮設トイレのような感じですね。で、キャンプ場洗えるところにこういった U 字工があります。ここでバーベキューしていいそうです。でも自分は一歩も下に降りない車着スタイルにこだわりたいと思います。もうね、アホですね。それでは反車中泊のセッティングしていきます。ガジェットやスマホも操作できるように、今回は使い捨てニトリル手袋を使用します。この脚立の上に延長の板を乗せます。板がずれないように最初から開いていたボルトの穴を利用します。ちょうどいい大きさの板が足りなかったので、複数の板をテープで仮止めしています。若干後ろの方が高いんですが問題ない範囲です。少し浮いてる箇所ありますんで当て木で調整します。
ではこの上にテントを立てていきます。海風があるのでテントが流されてしまいます。下の木に穴を開けています。ここにはめるとテントが固定されます。あとはフライシートも荷台に固定していきます。荷台には煽りやフックがたくさんついているのでテントの固定は意外としやすいです。板の上はかなり痛いのでマットを2つ重ねます。今日の寝床が完成しました。長さ約200センチ、横幅約90センチのほぼ寝るだけのスペースです。テント前のこのミニスペースに宴スペースを作っていきます。端材で作ったミニテーブルをミゼットの煽りにはめます。日が落ちる前に照明やランタンの用意もしておきます。絶景を見ながら過ごしたかったんですが海風がきつく断念。脚立を外してそのまま移動してみます。意外といけました。こちら側は道路ですが風は収まりました。最高の空間が出来上がりました。テントの入り口はメッシュにもできます。天井にはベンチレーションがあります。結構ね狭いんですけど落ち着く空間です。こうやって足伸ばして寝ても普通に
頭はつきません。大丈夫ですね。これだったら快適に眠れそうです。でこの辺の荷物が結構邪魔なんで、料理するときは一旦こっち側に置いておきます。もうおっさん一人やったら十分ですよね。でここで今から焚き火台使って美味しいもん食べます。車中泊ですが半分キャンプです。今日は楽しい夜になりますね。ここに焚き火台をセットしていきます。超ミニマムな焚き火台 B6 くん持ってきました。このミニマムなギミック感とかっこいい形、男心をくすぐります。着火剤付きの炭なのですぐに火がつきました。まずはお湯を沸かしてあったかいコーヒーいただきます。コーヒーのお供にミニ焚き火台でたい焼き焼いていきます。熱々のコーヒーができました。いただきます。ミゼットの2台で飲むコーヒーは格別です。カリカリサクサクでお店のように美味しいです。インスタントのコーヒーと冷凍のたい焼きですが、もうこれでいい。十分美味しいです。やっぱり本物の火はいいですね。ゆっくりと時間が流れていきます。現在 13.5 度、結構寒いんですよね。今4月29日でもう5月なんですけど、北陸はまだ涼しいです。海風っていうのもあると思います。今日は食材いろいろ買ってきました。というのもこのミニ焚き火台 B6 くんで焼き鳥したいんですよね。もうちょっとゆっくり過ごしてから晩ご飯にします。お腹も空いてきたので楽しみにしていた晩ご飯いただきます。鶏もも肉と野源軟骨を串に刺して焼き鳥にします。そして豪華にステーキも串に刺して牛串にしていきます。どんどん串刺しにしていきます。美味しそうな焼き鳥と牛串ができました。エリンギも一緒に焼いていきます。まずは焼き鳥から焼いていきます。味付けは塩コショウのみでいきます。
見ているだけでよだれが出てきました。とりあえずノンアルコールビール飲みます。キャンパイ。生きてるって感じがします。ここにおっさんの楽園ありました。さあもういいでしょう。いただきます。なんということでしょうか。塩コショウのみですが、今まで食べた焼き鳥の中で一番美味しいです。次はヤゲン軟骨いただきます。このコリコリとした食感に焼ける音、海の音と五感で楽しんでいます。次は牛串いきます。牛串ももちろん塩コショウのみでいただきます。牛肉は少しレア気味でいただきます。中の肉汁が溢れ出します。レアで正解でした。柔らかくて炭火の香ばしさもあり、めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。やっぱり外で食べたらめっちゃ美味しいですね。鶏肉は細切れですごい安くて200円台のお肉でしたが十分でした。もう焼き鳥として串に刺したものも売っていたんですけど結構高いんですよね。味は変わらないんでなんか得した気分です。炭の方は間もなく消えそうです。でこの鉄板洗うんで下で冷ましています。このホームセンターで売っている炭いいですね。着火剤もついてるんですぐ火つきますし、で火の粉があんまり飛びません。すごい扱いやすかったです。じゃあもう先に洗い物しておきます。ついでに歯磨きもしておきます。これね結構面白いの見つけました。ホームセンターでこれも売ってたんですけど、これなんと割り箸なんですよね。これがトングになります。ここを引くと割り箸が取れます。ここに入れて割り箸をトングにする商品みたいです。結構いいですよね。これなら汚れてもすぐに捨てられます。洗剤はたくさん用意されていました。ズボンだけパジャマに着替えてテント内でゆっくりします。これでゆったりと足を伸ばせます。念のため上半身は荷台側、下半身は脚立側にして眠ります。
良かったです。B6君風に飛ばされずありました。キャンピングカーも朝起きてすぐこういった景色見れるんですけど、このテントの場合だったらよりダイレクトに風が当たるんですごい気持ちいいですね。今日も曇りですね。ではトイレ行ってちょっと海沿い散歩してきます。でその後朝食いただきます。めちゃくちゃ気持ちいいですね。やっぱり風がすごい来るんで体感温度下がります。あとは湿気ですよね。本当に湿度が高いんでなんかジメッとしてる感じはあります。車好きからするとこの辺の近く住むと車にあまり良くないのかなとかそんなこと考えちゃいますよね。気密性のいいガレージがあれば対策になりそうです。先週はねこの本当に横の駐車場で車中泊しました。でその前はさらに向こうのキャンプ場とかこの辺は本当に海沿いで波も穏やかなんですかね。なので駐車場やキャンプ場が多いです。波打ち際に流木やいろんなものが打ち上げられています。散歩がてらに何かお宝ないか探しておきます。固形燃料が消えましたのであとはひっくり返して蒸しておきます。お湯を沸かしてお味噌汁の用意もしておきます。それでは油をひいて炭火で鮭を焼いていきます。美味しそうに焼けてきました。ご飯の方はどうでしょうか。上手に炊飯できました。雑穀米の色がついてさらに美味しそうです。いただきます。まずは雑穀米からいただきます。めちゃくちゃ美味しいです。一粒一粒ご飯が立っていて雑穀米の香りも口いっぱいに広がります。やはり炭火が違いますね。外がカリッと中がふっくらと遠赤外線効果もあって美味しいです。次は鮭と熱々のご飯一緒にいただきます。これはたまりません。ご飯1合多いかなと思ったんですけど全然いけます。
何よりこの景色が最高の調味料になっています。ごちそうさまでした。気持ちいい朝でした。クーラーボックスが保冷剤入れていたんですけど常温になってきました。やっぱり電気の冷蔵庫欲しいですね。気温もすごいちょうど良かったんで快適に過ごすことができました。これ以上暑くなってきたら厳しくなりそうなんで、もう一回ぐらい晴れのうちに行っておきたいですね。真冬とかもこのスペースじゃ厳しそうです。暖房器具はねあんま置けないと思いますんで、毎年春の楽しみなんですよね。このミゼット2で車中泊キャンプ行くの。もうミゼット2は廃盤になっているので部品の供給が難しくなってきます。でこの間車検を受けたんですけど受かりました。部品もまだ使えるということでした。なのでまだまだ乗れるんでさらなる改造を考えています。この後ろにちょっとシェル作れないかなと思ってます。自分で作るかビルダーさんにお願いするか、ちょっといろんなパターンを考えています。ただですね、最大積載量が150キロです。かなり軽量化しないと作れません。ちょっと自分のアイデアでは作れるかわかんないんですよね。で確かですね 10% か 20% ぐらいまではみ出てよかったんで、このぐらいまでシェルはいけるとしても寝ることができません。なのでこう高くして上でこう寝るかですねもう棺桶みたいになっちゃうんですけど、下で活動できるスペースにするかですね。ただそうなると結構高くなってかなり不安定になるかなと思います。この幅もあんまないんで、もうなんかのっぽになっちゃう感じですよね。で風とかで結構怖そうです。普段はこの高さぐらいに押さえておいて、で寝る時だけパカって上げれるポップアップ式とか押し作れたら一番それが理想かなとも思います。そんな妄想するのも結構楽しいです。じゃあお皿とかだけパパッと洗ってきます。さあそれではテントも撤収して温泉行って洗車します。マットは二重にしましたが、やはりちょっと背中痛かったです。はい、荷物片付け終わりました。今回なんですけど料理炭だったんで、もうポータブルバッテリーは持ってこずに、こういったモバイルバッテリー2個だけ持ってきました。これで十分いけました。照明もこれで賄っていました。炭ね、料理も美味しくてすごい楽しかったんですけど、やっぱりね次は炭やめようかなと思います。というのもちょっとでもやっぱり火の粉飛ぶんですよね。でテントがちょっと穴開いてる部分ありました。
本当数ミリの穴なんでそんなに気にならないんですけど、やっぱり近いんで何かあったら怖いので、次からはやっぱ電気とかガス、あと固形燃料ですね、その辺使用したいと思います。やっぱりこの12ミリの合板の上に寝ていたんで、マット二重にしても背中痛かったですね。そこはもうちょっと改善したいなと思います。あとやっぱり狭いんで寝返りが打ちにくくて、途中ちょっと目覚めた時がありました。なのでその辺ももうちょっと幅広げる工夫したいなと思います。あとやっぱりちょっとずっとあぐら組んでたんで、なんか足が痛かったというか、あまり伸ばせなかったんで、その辺も気になりました。キャンピングカーで車中泊していたら椅子に座れるんで、その辺気にならないんですけど、やっぱりずっとこの状態だとなんか足がしびれてきちゃいますね。というかおっさんだから辛いのだと思います。なので車両を作れば高さもある程度いけますんで、椅子を置いて座って過ごすこともできるかなと思います。辛いことや不便なこともあるんですけど、それ以上にやっぱり楽しさが勝ちますね。それではお風呂行って洗車します。